雑学喫茶。この前東京に行ったんだけど、スーパーの値段が高くてびっくりしたよ。向こうは物価が高いですからね。やっぱり北海道は食べ物が安くて住みやすいね。実は昔の北海道は東京より物価が高かったのをご存知ですか？そうだったの？ 1960年代の北海道の物価は東京の約 108% と 8% も高かったのです。その理不尽に高い価格は北海道価格と呼ばれるほどでした。どうして今は安くなったの？北海道の物価が安い理由、それは北大生協が起こした革命から始まりました。北大生協って北海道大学の食堂だよね。何か関係あるの？それでは今回は北大生協、そしてそれと関係の深いコープ札幌について解説します。北海道は食品が安い。最近はウクライナ侵攻や円安などであらゆるものの物価が高騰しています。大変だよ。それでも国内全体を見渡せば北海道は食品価格が安い地域です。2022年総務省は加工食品30品目の価格を札幌、東京、名古屋、大阪で比較しました。その結果、札幌はほぼ半分の14品目の価格が他を下回りました。単純合計した総額でも札幌が最も安く、一番高い大阪を 5% 下回っています。やっぱり北海道は物価が安いんだね。どうして？その理由は北海道のスーパーを3社が寡占しているからと言えます。スーパーの3局寡占か。スーパーを3社が寡占しているって？イオン、コープ、アークスの3社です。この3社だけで業界の売上高のなんと8割弱を占めています。そんなに？でもイオンとコープはよく見かけるけど、アークスはあまり見ないな。アークスという名前が使われていないだけで、実はたくさんのスーパーがアークスグループです。詳しくは別の動画で解説していますので、概要欄からチェックしてみてください。了解。それで北海道のスーパーはその3社が寡占しているんだね。はい、この3社の売り上げはきれいに横並びになっています。うわぁ、三つどもえだ。北海道の食品価格が安い理由はこの3極寡占化にあります。どうして3社が寡占していると物価が安くなるの？まずこの3社は国内小売業全体でもトップ50に入る規模です。そのため互いに牽制しながらメーカーと交渉をするため自然と価格は下がります。確かにライバルより1円でも安く売りたいもんね。またメーカーとしてもこの3社に安く売りたいと考えるでしょう。どうして？この3社は市場の8割を占めています。すなわちこの3社と取引すれば自社商品が市場の8割に流通します。人口密度の低い北海道で下手に営業コストをかけるより安く3社に売った方が得なのです。なるほどね。その結果メーカーはこの3社にしか良い条件で取引をしなくなります。この3社以外はピンチだ。はい、3社以外はこの3社グループの傘下に入るか廃業する以外に選択肢がなくなります。その結果さらに3極寡占化が進みます。3極寡占化が進むとさらに食品価格が安くなります。無限ループだ。こうして現在の北海道は物価が安いという図式が定着したのです。そうだったんだね。でも昔は高かったんでしょう？なんで？北海道の昔の物価。今と違い1960年代の北海道は高物価でした。食品や日用品の価格について東京を100とすると北海道は108度 8% も高かったのです。この価格には暖房代などは含まれていません。ただでさえ北海道は暖房代が高いのに日用品まで高かったら生活が苦しいよ。なんでそんなに昔の物価は高かったの？当時北海道は物資をほとんど道外から仕入れていました。そして道内のスーパーの力が弱く価格交渉しづらい立場でした。さらに極端かつ極端な低人口密度という厳しい環境が北海道の物価を割高にしました。メーカーの言いなりで高く買わされていたんだね。当時はイオン、コープ、アークスのような大規模のスーパーはありませんでした。百貨店以外ほぼ全てが零細企業、個人商店でした。大胆に価格交渉できる店がなかったためなかなか物価は下がりづらかったのです。消費者からしたら辛い時代だったんだね。この頃日本は高度経済成長期で大量生産、大量消費という新しい時代に入っていました。そのためメーカー側は安く大量に製品を製造できました。しかし肝心のスーパー、小売業が時代に取り残されていたのです。せっかく安く商品を作れても小売業が進化しないと消費者にとっては意味ないね。この現象は北海道で特に顕著でしたが、
日本全体的な問題でもありました。メーカー側が理不尽に高く商品を売るせいで国民全体が貧しかったのです。メーカー目。ここに一人の男がメスを入れました。あれだ。渥美俊一の提言。この問題にメスを入れた人物、それは当時新聞記者だった渥美俊一氏です。後に彼は有名な経営コンサルタントになります。一体この人は何をしたの？読売新聞市場で小売店が進化していないことについて鋭く批判し続けたのです。具体的には？国民が貧しい理由はメーカーが理不尽に高価格で商品を売っているからだ。克服するためにはアメリカのチェーンストアを見習い、小売業を産業化するべきだ。そしてメーカーが持つ価格決定権を小売業が奪うのだと主張しました。お、ついにメーカーに革命を起こす時が来たか。ところでチェーンストアって？一つの資本の下で一つの本部が11店舗以上を運営するシステムのことです。これまでの小売業はせいぜい2店舗ほどしかなかったため、メーカーに対して弱い立場でした。それをチェーンストア化することにより、メーカーと対等な立場になろうという考え方です。3人よれば文殊の知恵みたいな感じか。渥美氏はこの理論について1962年セミナーを開きました。このセミナーには後の大英、セブン、イオンの会長らが集まりました。うわ、みんな日本を代表する人たちじゃん。歴史的なセミナーだったんだね。そして北海道からはある人たちがこのセミナーに参加し、革命を起こすことになります。一体誰だ？それは北海道大学の生協で活動していた学生や卒業生でした。おう、ここで北海道大学が登場するのか。異端の生協と流通革命。北大生協は終戦直後の1947年にオープンしました。ノートや本の供給、食堂の営業といった事業を行っていました。今と同じような感じだね。最初は1店舗だけでしたが、学部ごとに1つできるようになりました。北大はキャンパスが広いからその方がありがたいね。そして1961年にはついに学外にも店を持つようになりました。大学飛び出しちゃったの？なんで？きっかけは51年頃に教職員の官舎が学外に整備されたことでした。この大学村と呼ばれるエリアには商店街がなく、個人商店があるのみでした。先生たちは買い物が不便だね。そしてついにその個人商店すら空き店舗になってしまいました。北大生協はこの物件を買い取り、61年に北大生協大学村店を開店させたのです。大学の関係者のためのお店だったんだね。それから1年後に大学村店は北大生協から分離し、地域の生協設立を目指し始めました。いきなりだね。なんで独立しようと思ったの？当時、各大学の生協の学生が消費者運動に積極的でした。こうした時代の空気感と若者の無謀さによって、北大生協は急速に進化したのです。それで北大生協はうまくいったの？63年には組合員700人に対し、年間8000万円の売り上げになるほど成長しました。一人当たり年間10万円くらいか。すごいね。当時の8000万円は現在の3億円ほどの価値があります。じゃあ一人当たり年間42万円、毎月3万5千円。そして65年には大学村店は北大生協から札幌市民生協へ独立しました。それと同時に総園店も開業し、生協は2店舗体制で事業を開始しました。これが現在のコープ札幌の始まりなのです。コープはもともと北大生協だったんだね。通常生協というのは地域の消費者が少しずつお金を出し合って運営する組織です。地域の要望が先にあってからできるものが生協というものなのです。生協ってそういうイメージだね。みんなで協力しようって感じ。しかしコープ札幌は全く異なります。北大生協の若者たちが勝手に理想を掲げ、勝手に立ち上げた組織でした。その後、市民を巻き込むという経営スタイルなのです。ほんわかしたイメージの生協と全然違うね。パワフルだな。このベンチャー気質あふれる経営がコープの拡大に大きく影響しました。地域住民の要請を待つことなく、一気に最新理論を実践して店舗を拡大します。そして短期間で理不尽な北海道価格を打ち破ることになるのです。すごい。最新理論って何？チェーンストア理論。その最新理論こそ渥美氏が唱えるチェーンストア理論でした。すごい人たちが集まったセミナーをした人だったよね。どんな理論だったの？彼は著書でこう述べました。たった一つの店を繁盛店にしても成長は頭打ちになる。
だからそこそこの大きさの店をどんどん増やせ。そして売上高を年2倍ずつ増やすのだ。年2倍ずつ、そんなことできるの？そのために必要なのが繁盛店を目指すという発想を捨てることです。繁盛店の方がいいんじゃないの？当時の商業者の多くはそう考え、繁盛店を目指してきました。一つの店に対し設備にお金をかけたり従業員を増やすなどコストをかけてきました。しかし一つの店を繁盛店にしたところで売上の伸びは良くて年3割程度です。しかもコストをかけた分かえって収益が悪化する場合も多かったそうです。売り場面積を広くせず売上を伸ばそうという発想自体に無理があったのです。確かに売り場面積が同じだったらどうしても成長に限界があるね。渥美氏は売上を2倍にするには単純に売り場面積を2倍にすればいいと考えました。まあ確かにそうだけど単純すぎない？単純ですが、だからこそ簡単に売上2倍を達成できます。渥美氏はとにかく大きすぎず小さすぎない適正規模の店を精力的に増やせと説きました。これがチェーンストア理論です。そんなに簡単に店を増やせるのかな？普通の努力の仕方ではできません。そのため渥美氏は集中主義、一番主義、先制主義が大切だと説きました。何それ？一つずつ解説しましょう。集中主義は持てる力を狭い範囲につぎ込むことです。具体的には業態や商品を特定の分野に絞り込むことです。また儲けを店舗拡大にのみつぎ込むことも提言しました。時間もお金も全てには限界があるため一つのことに集中するべきだと考えたのです。なんか人生にも通じるね。それで一番主義と先制主義って？一番主義は特定領域で地域一番を続けることです。先制主義は誰よりも早く始めることです。やはり売上1位、一番最初といった言葉に人は弱いですからね。なるほどね。今は当たり前かもしれないけど当時は画期的な理論だったんだろうね。この理論をその通り実践したのが北大生が主に運営するコーク札幌でした。コーク札幌は次のような計画を立てました。3年間で食品流通の業界1位を目指す。毎年2倍の売上成長をするため全ての財源を店舗開発に充てる。職員を中心に地域一番の大型店舗を作る。こうした計画をもとにコーク札幌は成長を目指しました。渥美さんの理論そのままだね。はい、まるで本の内容がそのまま具現化したかのようでした。そしてその忠実な実践により驚くべき結果が起きたのです。どうなったんだ？驚愕の結果。こちらのグラフをご覧ください。コーク札幌が事業開始した65年度から70年度までの推移をまとめたものです。売上が毎年2倍以上になってる。コープは利益をすべて店舗拡大に回し忠実に渥美氏の理論を実践しました。その結果わずか6年目で売上高50億円以上のビッグストアに仲間入りしたのです。もちろんこれは北海道の食品小売業者では初めてのことです。ここまで綺麗に理論通りになっちゃうとなんか感動するね。このコーク札幌のインパクトは非常に大きなものでした。北海道の理不尽な物価高が68年頃から解消されました。すなわち東京よりも札幌の方が物価が安くなったのです。すごいぞ。70年にはコーク札幌は33店舗にもなりました。2位は現在のイオン北海道であるフードセンターで9店舗、3位は現在のアークスである大丸スーパーで7店舗でした。圧倒的にコープが市場を寡占してたんだね。もともとは大学生たちが運営する生協が北海道に流通革命をもたらしたのです。北海道の学生たちはすごかったんだな。現在もコープはアークス、イオンと並び道内スーパートップ3に君臨しています。そして近年では無印良品とのコラボや Amazon より安い宅配サービスが注目を浴びています。コープは今も昔も若気あふれるベンチャー気質なんだね。そんな他の生協とは違う異端の生協に今後も期待ですね。頑張ってきた学生の話を聞いてるとなんだか私もやる気が出てきたぞ。よし、私も渥美さんの理論を実践する。何をするんですか？まずこのチャンネルをもっと大きくして毎年売上2倍目指すんだ。そして大金持ちになってソフトクリーム毎日食べるんだ。だからチャンネル登録お願いします。